こんにちは、高明です。今回は Z のカスタム動画ということで、これまで10万キロ以上走ってへたってきた純正のクラッチとフライホイールをニスモのクラッチと軽量なフライホイールに交換していこうと思います。今回の動画ではへたったクラッチから新品のクラッチに交換してフィーリングがどんな感じに変わるのかとか、あと軽量フライホイールに交換してこのエンジンのレスポンスがどんな感じに変わるのかとか、そういうとこを伝えていけたらいいなと思います。それではクラッチを交換しましょう。はい、それじゃあ Z のクラッチ交換していきましょう。外れました。はい、あとはこの辺のボルトを外してこのシフトとミッション切り離してやります。はい、それじゃあ今度は下回り外していきましょう。ミッションを外すためにいろいろ邪魔になるものを外します。はい、フロントパイプ外れました。富士壺のステンレスのやつをつけてます。次はプロペラシャフト外していきます。それじゃあプロペラシャフト外していきましょう。これがミッションですね。でミッションにつながっていてリアタイヤのデフまで伸びているこれです。これがプロペラシャフトです。こいつを外していきます。はい、プロペラシャフト外れました。Z は後輪駆動なのでこのプロペラシャフトを介して後輪に力を伝えているんですね。でカーボンでできているので見た目よりは軽いです。何キロあるか測ってみましょう。はい、だいたい8キロぐらいです。この大きさの割には軽いですね。まだまだ道のりは長いです。はい、なんやかんやありまして無事ミッションを下ろすことができました。いろいろありました。はい、でこのミッションの方はこれからこの内部の粉をきれいにして、あとこのベアリングを交換していきます。でエンジンの方はこれからフライホイールを外してこちらのニスモの新しいフライホイールを取り付けて、そしてこの新しいクラッチパンをつけていきます。それが終わったらこのミッションを元に戻したら完成です。それではやっていきます。だいたい65キロですね。それじゃあ純正のクラッチを外していきます。また取り外してフライホイールの重さを比較したりとか、あとクラッチがどれぐらい減っているかとか確認しようと思います。はい、クラッチの板取り外しました。こちら右側が10万キロ以上走ったこれまで使ってきたやつで、左側がこれから取り付けるクラッチ板です。結構すり減ってますね。まあまあちょうどいい交換時期だったんじゃないでしょうか。はい、フライホイールを外しました。こっちが外した純正のフライホイールで、こっちが今から取り付けるニスモのフライホイールです。純正フライホイールはダンパーがついていて音が静かだったり振動が少なかったりするんですが、その分重くてエンジンのレスポンスは少し悪い、そんな感じですね。
でニスモのフライホイールはダンパーがないので、その分軽量でエンジンのレスポンスは純正よりも良くなるみたいです。それじゃあこちらのフライホイール、新品のフライホイールボルトを使ってつけていきます。でもこのニスモのフライホイール、そんなに軽いってわけではないですね。純正より少し軽いかなっていうぐらいなんで、そんなに違いがないかもしれないです。つけていきましょう。こちらエンジン側、フライホイール、クラッチ板、クラッチカバー取り付け完了しました。こちらミッション側です。作業完了しました。中が結構汚れてたんで掃除してきれいにして、でここのエリーズベアリングっていう部品を交換して、あとはこのクラッチ用のグリスでグリスアップを終えたところです。ここのベアリング悪くなると、こうクラッチを踏んだ時にシャーっていう異音がするみたいですね。であとグリスが切れるとクラッチ踏むのが重くなったりするらしいんですが、これで大丈夫でしょう。さあここまで作業を終えまして、エンジン側、ミッション側準備ができました。あとはこいつを合体させてなんやかんやしたら完成です。よし、気合い入れていこう。はい、ということで Z のクラッチとフライホイール交換終わりました。これから慣らし運転兼ねて街中を走ってフィーリングの変化確かめたり、あと交換前後でどれぐらいレスポンス変わったかっていうのを比較していこうと思います。それじゃあ試運転に行きましょう。はい、クラッチとフライホイール交換してしばらく走り込んだところです。それでは実際に走ってみて気になったところとか、あと交換してよかったなって思ったところ、これを話していきます。まず気になるところなんですけど、1つ目はクラッチが重くなったっていうことです。これはもう明らかに前よりもクラッチを踏むときに力がいるようになりました。これはですね、一応今回組んだのが強化クラッチということで、クラッチカバーっていう部品のバネの部分が強化されているらしく、そのせいでクラッチが重くなっているみたいです。でも激重っていう感じじゃないんで大丈夫でしょう。そして2つ目、なんか強化クラッチとか軽量フライホイールに交換すると、こう半クラが難しくなるとか乗りづらくなるんじゃないかなっていうイメージ持ってたんですけど、全然そんなことはなくて乗りやすいです。これは車種とかあとつけるフライホイールにもよると思うんですけど、この Z にニスモのクラッチキットつけた感じだとすごくね乗りやすいですね。これはいいことですね。もしエンスとしても軽量フライホイールに交換してっからっていう言い訳もできるようになるんでいいと思います。本当に発信は楽です。そして3つ目、これは音に関することなんですけど、このアイドリングから2000回転少し超えたあたり、この領域で少しねこうガラガラガラっていうミッションの共振音がするようになりました。これは一応説明書にも書いてあって、そういう仕様みたいなんですけど、気になる人にとっては気になるかなっていう感じですね。今みたいに負荷がかかってない状態、こうスムーズに走ってる状態だと本当に音はしないんですけど、負荷をかけるような走り方をするとすごい音がします。試しにやってみましょうか。わざとこう高いギアに入れてアクセルをガーンと踏むと音がしますので、はい、それじゃあ実際にやってみましょう。低回転、今1000回転からアクセルをガーッと踏んでいきます。こんな感じですね。すごくエンジンとかミッションを共振するような音がしています。
でも僕はこういう機械的な音とかメカメカしい感じが嫌いじゃないので、まあまあいいかなって思ってます。かなり車のこう声が聞こえるような感じがしてね、僕はいいと思うんですけどね。さあ、気になるところはこんな感じでした。次に交換して良かったなって思ったところ、これを話していきます。やっぱ交換して良かったなって思うのは、こうエンジンのレスポンスがちょっと良くなったところですね。回転上がるのも速くなったし、下がるのも速くなりました。劇的に変わったわけじゃないですけどね。これについては交換前後で比較用の動画撮ってますので、そちらをご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。なんか軽量フライホイールに交換したっていう割にはあんま変わってねえじゃんっていうのが正直な感想なんですけど、実際に運転してみると結構違うんですよね。特に違うなって感じたのが、こう1速でガーンと引っ張って2速に入れる時とかですね。交換前はなかなか回転が落ちてこなくて、こう待つ時間があったんですけど、フライホイール変えてからはその待ち時間がすごい短くなって、テンポよくこうシフトアップしていけるし、スピードをこう軽く乗せていけるような感じがしてすごくいいです。はい、そして2つ目は結構乗りやすいっていうのがまあいいんじゃないかなと思います。全然気難しさがないですし、こうドライブをずっとしてても疲れそうにない感じ、気に入ってます。そして3つ目はなんやかんやで乗り味が結構変わったんで、新鮮な気持ちでまた Z に乗れるっていうところですかね。これも楽しいなと思っています。はい、クラッチとフライホイール交換した感想はこんなところです。エンジンのレスポンスを良くしたいとか、あと乗り味変えたいなって思っている方にはいいんじゃないでしょうか。ということで本日もご視聴ありがとうございました。これでまたドライブに出かけることができそうです。